はじめまして。はい。こちらが1本目の動画ですね。改めて見ると、ものすごく恥ずかしいんですけどね。はい。やっぱり顔出しをするのってすごく、最初は抵抗感ありますね。慣れてくると大丈夫なんですけどね。チャンネル登録者数5万人。いや、本当にありがとうございます。実は私、YouTube 始めたのが2019年9月だったんですけども、その後すぐにフィールドに行ってしまってですね、私の登録者数、チャンネル登録者数が増加しているところっていうのをしっかり見てなくてですね、帰ってきたら、なんだこれはっていう状況になってたんですけど、いや、本当にありがとうございます。ボノボの紹介が多くなるとは思うんですけれども、将来的にはチンパンジー、ゴリラ、他の類人猿のめちゃめちゃド緊張してますね。初めての撮影だったっていうのもあるんですけど、めちゃめちゃ緊張しても声が震えてるし、すっごく瞬き多いし、緊張していることがものすごくわかりますね。ボノボって何？それではまず、ボノボがそもそもどこに生息しているかという話をしたいと思います。こちらアフリカ大陸の地図なんですけれども、野生のボノボはこのアフリカ大陸の中央アフリカ大陸、本当に大きい国ですよね。その中でもこの色でも、この地図でもわかるように、真ん中の赤道地が通るような場所ですよね。やっぱり熱帯雨林ですね、なってるんですけど、やっぱり北側を見る、例えば、河合さんが研究されているエジプトとかはね、やはり全然コンゴ民主共和国とは違う場所だ。アフリカといっても違う場所。アフリカの中でもいろんな国があるんですけども、その中でもやはり全然違うっていうことがわかると思いますね。私が調査を行っている場所は、この2番ですね。2番のルオー学術保護区、ワンバ村という場所でボノボの調査を行っています。野生のボノボ自体はコンゴ民主共和国広く生息していると言われているんですけども、調査ですね、大学の調査であったり研究機関の調査が行われている場所はあまり多くはありません。例えばこの1番がですね、ロマコと呼ばれる場所。これも昔から調査されてるんですかね。3番がルイコタルという場所なんですけれども、ルイコタルはマックス・プランクですね。マックス・プランク霊長類研究所が主導となって研究をしている場所ですね。1973年から調査が行われてて、長期的な調査が継続して行われているので、とても貴重なサイトだということがわかると思います。はい。1973年から、ワンバ村ルオー学術保護区で、野生ボノボの研究が始められたと言っているんですけども、始めた方っていうのが、加納隆義さんですね。加納隆義さんが、ワンバで、広域調査、ボノボがどこに生息しているか、どこで調査ができるかっていうことを、広域調査を行った後に、ワンバで、ここで、研究を行おうということで始めたんですね。加納さん本当にすごくてですね、私、直接お会いしたことはないんですけども、今でもワンバで伝えられている、伝承というか、実話なんですけど、加納さんその広域調査を行うためにですね、自転車に乗ってですね、コンゴのありとあらゆるボノボがいそうな場所を自転車に乗って探して、で、ワンバにたどり着いて、ここで研究しようという話になったんですね。自転車といっても本当に日本とか先進国で売られているような、そんな、1973年ですし、全然いいものじゃなくてですね、今もワンバ自転車あるんですけども、それとはちょっと違うかもしれないですけど、今の自転車でも私本当その自転車乗るとものすごい、腰が痛くなる、お尻が痛くなる、また漕ぎにくいし、すぐ壊れるしっていう、そんなにいい自転車じゃないんですけども、1973年、加納さんが自転車乗り回していたっていう言い方も変かもしれないですけど、その自転車ももちろんいいものではなかったと思います。それでもですね、加納さん、自転車で、漕いで広域調査を行ってワンバにたどり着いてそこで研究を始める。本当にもうタフというか、もう本当にすごいなと、全然頭が上がらないというか、もうこの加納さんのおかげで本当に今のワンバが、もちろん今、ワンバで研究されている、ワンバの基地運営、になっている方って多くいらっしゃるんですけども、もちろんそういう方の協力のもとでも行っているので、その方たちにも、大変恩義を感じているんですけども、加納さんがあったからこそ、加納さんの努力があったからこそ、今のワンバがあると言っても全然過言ではないと思います。はい。それでは実際にこのルオー学術保護区ワンバ村がどういう場所かという説明に入りたいと思います。はい、
こちらが実際のワンバ村ルオ学術保護区ワンバの様子ですね。いやー、本当に懐かしくてですね、2018年。ものすごくこの時は楽しかったですね。楽しかった。この動画ではちょっと分かりにくいんですけれども、ワンバ村実はですね、電気、ガス、水道などありとあらゆるインフラがほとんどないので、とても生活するにはとても大変なんですけれども、はい、生活するの本当大変です。また他の動画で紹介をしていけたらなと思います。それでは実際にワンバに住むボノボの動画なんですけれども、はい、こちらが実際にワンバに住むボノボの1頭ですね。ワンバ村の周りにデビーさん。3つの集団ですね。3つの集団、大きな集団。可愛らしいですね。ブサイクですけど、顔を見ると。1頭のボノボ、デビーさん。デビーという名前なんです。ブサイクというのもまあ他のボノボと比べてブサイクなので、やっぱりボノボ自体は可愛い動物なので、生物なので、すごく可愛いですけども、まあ、ワンバのボノボの中でですね、やっぱりデビーさんちょっとブサイクなので、やっぱデビルから由来して、まあ、デビーさんという名前が付けられたんですね。それでは実際にボノボがどういう生物なのかということを進化の話からちょっと考えてみたいと思います。こちらは古市武さんの本から引用してきたものなんですけれども、例えばチンパンジーの、古市武さんの本、古市さんの本、面白いんでぜひ読んでみてください。最も禁煙な類人猿であると言われているんですけれども、ボノボも同じです。ボノズでいうと約700万年前ですねにこのように共通祖先から分岐して我々人が誕生した。ボノボの場合だとこの約100万年前ですねにボノボとチンパンジーが分岐してチンパンジーボノボが誕生したと言われています。こちらの進化の話についてはちょっと難しい話なので、また別の動画で詳しく説明ができればなと思います。はい。進化の話。本当に進化の話って難しいんですけど、私自身も全然自信を持って進化とは何かというのを語ることは全然できないんですけども、進化論、進化のことで一番有名なのはダーウィンですよね。ダーウィンの進化論、種の起源。で、日本の霊長類研究を始めた、パイオニアですかね。パイオニアのような人に当たる人が今西金次さんですよね。今西金次さん。今西金次さんの進化論、今西論とか今西進化論とか言われるんですけども、進化論といえばダーウィンの話であったりとか、今西さんの話が出てきたりすることもありますね。進化の話、例え話なんですけれども、例えばですね、私も恥ずかしながら昔は勘違いしてたんですけども、例えば、じゃあチンパンジーが進化をしたら私たち人になるのかとか、ボノボが進化したらチンパンジーになる、あるいはボノボが進化したら人になるのかというふうに、勘違いされている方が結構いらっしゃるんですね。私もそれ昔はそうだったので、恥ずかしながら、そのように勘違いされている方がいらっしゃるんですけども、もちろんそういうことはないです。チンパンジーが進化しても人になることはないですし、逆にボノボが進化して人になること、ボノボが進化してチンパンジーになることも全くありえません。反対に考えれば、私たち人が進化したらチンパンジーになるのか、ボノボになるのか、またはゴリラになるのかといったらそうじゃないということは想像ができると思います。じゃあ何を人類進化の研究をしている人たちっていうのは何をしているかと言いますと、共通祖先ですよね。共通祖先がキーワードとなってきます。チンパンジー、ボノボ、この図でもあるように、共通祖先から進化ですね。変化して、チンパンジーが誕生した。ボノボが誕生した。あるいは共通祖先から分かれて、人が誕生した。この共通祖先というのが一つのキーワードだと思います。まずは共通祖先がどういう生物であったのかっていうのを予想する、研究をするんですね。でその後に、じゃあチンパンジーに枝分かれしたボノボが誕生した。人が枝分かれした。じゃあ私たち人はその共通祖先からどういう特徴を受け継いでいるのか、またはどういう特徴がなくなってしまったのかっていう推定をする研究が一つの醍醐味というか目的だと思います。